優れもん自動車用品の久田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、3連ホーン取り付けです。うちの車、元教習車トヨタコンフォートです。ステアリングホイールにエアバッグと保温ボタンがついています。助手席には教官用の保温スイッチがついていました。今回は教官用の3連ホーン取り付けます。3連のパリラリミュージックホーン、切り替えスイッチで3つのラッパを同時に鳴らすこともできます。プラスチック製の3つのラッパは長さが違います。ミュージックホーンと同時音の切り替えのできる金属製のコンプレッサーです。エアホースとリレー、切り替えスイッチ、ホース接続ニップル、ラッパの取り付けステー、ボルト類、ホースバンドです。左右フロントドア、窓ガラスを全開にします。古い車なのでボンネットが勝手に閉まることがあります。ボンネットダンパークランプを装着します。安心して作業ができます。配線のショートなど電気系統のトラブルを防止するため、バッテリーのマイナス端子を外しておきます。フロントグリルを外します。フロントバンパーを外します。傷防止のためフロントフェンダーに保護テープを貼ります。補強材のリインホースメントがついていました。リインホースメントの裏側、ラッパを取り付けることができそうです。ウィンドウォッシャータンクを固定している取り付けステー、頑丈です。この辺りにコンプレッサーを取り付けます。付属品のラッパ用取り付けステーです。リインホースメントにラッパを2つ、左フロントフェンダーにラッパを1つ取り付けます。リインホースメントを外します。印をつけたところを穴開けします。直径4ミリのドリルを使っています。直径 6.5 ミリです。クレ556で潤滑と冷却をしながら穴開けをしました。現物合わせをして取り付け部分を確認します。問題ありません。パーツクリーナーで脱脂洗浄です。穴開け部分が錆びないようにタッチアップをして乾かします。付属品のボルトではありません。ワッシャー付きの6ミリボルトです。緩み止め、ギザギザのついているフランジナットを使います。メガネレンチでボルトを固定しながら
スパナでナットをしっかり締めます。コンプレッサー取り付け部分の穴開けです。パーツクリーナーで脱脂洗浄です。錆びないようにタッチアップを塗ります。フロントフェンダーは加工なしでラッパをつけることができました。タッチアップを乾かしている間に掃除をします。コンプレッサーの固定ボルト取り付けます。ガタつきなくしっかり固定できています。バンパーの内側、ホグランプなどがラッパとコンプレッサーに接触しないか確認します。問題ありませんでした。付属のホースは長さが足りないので内径 8.5 ミリ、エアホースを2メートル用意しました。ラッパの黄色と赤色、コンプレッサーの同じ色につなぎます。フロントフェンダーについているラッパは緑色です。付属のホースバンドです。ホースが折れないように余裕を持たせてカットします。緑色はホースを分岐してコンプレッサー2箇所つなぎます。結束バンドでホースを固定しました。ホースとバンパー内側が接触しそうなので汎用のステーを取り付け、コンプレッサーを後ろ側に移動します。次は配線関係です。コンプレッサーを作動させる電源プラスとマイナスです。ミュージックホーンと同時音の切り替えです。30アンペアのヒューズとヒューズホルダーです。配線加工です。バッテリーのプラス端子と接続する箇所はクワガタ端子を使いました。ギボシ端子のスリーブです。配線が太いのでスリーブが入りません。スリーブの一部をカットします。ギボシ端子をつけました。バッテリーのプラス端子に接続します。30アンペアの平型ヒューズ取り付けました。付属のリレーを問題なく使用することはできますが、信頼性の高い
エーモンのリレーを使うことにしました。黒色ボディアース、青色リレー作動用電源、赤色バッテリーのプラス、黄色コンプレッサーの電源、ギボシ端子をつけました。バッテリープラスに接続します。ビニールテープをしっかり巻きつけます。リレーはバッテリーの後ろ側、車両ハーネスに固定します。バッテリーを外します。フロントフェンダーの内側、ボディアースのアースポイントがありました。結束バンドでリレーを固定しています。取扱説明書の配線図の通り接続します。リレーにつながっているコンプレッサーの電源です。コルゲートチューブです。配線の保護、トラブル防止のため、特にエンジンルームはコルゲートチューブの使用をおすすめします。切り替えスイッチとコンプレッサーの電源接続しました。コンプレッサーにホースを差し込み、ホースバンドで固定します。リレーとコンプレッサーのアースをアースポイントに接続します。3本の配線、エンジンルームから車内に通します。車両ハーネスを傷つけないように注意しながらゴムブーツに穴開けをします。車内に配線が通りました。ホーンスイッチの配線をカットしてオーディオの常時電源に接続しています。スイッチオンでリレー作動用電源に電気が流れます。付属のスイッチ問題なく使用できますが、信頼性の高いエーモン製のスイッチとパネル使います。切り替えスイッチつけました。コルゲートチューブ装着します。配線をまとめます。配線関係終わりました。ホーンのテストです。切り替えスイッチをオンからオフにします。ホーンは正常になっています。フロントバンパー取り付けます。今回の3連ホーンは動画撮影のため取り付けました。一般公道では使用できません。最終確認です。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。